皆さんこんにちは。今日はですね、見てください。嵐山渡月橋に来てます。なおくんどう？めちゃくちゃ綺麗ちゃう？いや、めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗でしょ？初めてでしたっけ？初めて来ました、渡月橋。で実は。実は、電車の中で2、3回行ったことあるって言ってたけど。あ、それ嘘でした。嘘ですか？嘘ですか？まあいいです、まあいいです。ゆうごさん、ゆうごさん。今日は嵐山で何するんですか？はい。今日はですね、ででん。嵐山に来た人が 99% 行ったことない秘境の地に行ってみたいと思います。すげえ。秘境の地ですか？秘境の地です。もうね、ここ、もう渡月橋だけで十分かっこいいなと、おしゃれだなと思うかもしれないんですけど、今日行くところはね、もっといいところです。というところで行ってみましょう。行ってみましょう。いやー、嵐山も人増えたな。なんかコロナが明けたなって感じします。ほんまに。そうですね。もうマスクもしてる人もいないし。ね。もう、しかも、本当に一月も、つい最近ちゃう？なんか、涼しくなったの。ねえ。もう朝晩は寒いですもんね。うん。でも、今日もなんか朝方25度とかやったんやけど、もう昼間には35度まで上がるって言ってたから、ちょっと不安やけど。まあ景色が良くなればいいですね。そうですね。でも、本当にもうね、夏も終わりというか、もう秋入ってきたような気もするんですけど、8月にね、京都旅行に来た人は、もう、特に初めて京都に来た人は暑さにびっくりしたと思います。本当に。なおくんも、どう？京都の夏、やばくなかった？先月。京都駅先月行ったんですけど、はいはい。めちゃめちゃ暑かったですね。もう神戸とは違いましたね。でしょ？いやもうね、もう、ホテルの中で閉じこもってた人もいるんちゃうかなと思うんやけど。確かに。今、どうです？気温。今めちゃめちゃ歩きやすいです。もう散歩日和です。でしょ？はい。だからこれからこういう気温が増えてくるんで、今日みたいなね、今日の秘境ちょっとね、歩かないといけないんですよ。だから8月とかは、ちょっと7月とかはね、暑すぎて、ちょっともう行けへんかった方もね、多いと思うんですけど、もう9月にね、はい、9月もね、もう下旬に差し掛かって、涼しくなってきたんでね、もうこれからは結構ね、行きやすいと思うんで、今日の動画ぜひ参考にして行ってみてください。で、今日の撮影日、9月27日、現在時刻10時5分。行きましょう。はい。嵐山といえば、直樹くん何？嵐山といえば、渡月橋ですね、やっぱり。渡月橋？はいはい、渡月橋。他は？食べ歩き。食べ歩き。はいはい。蘭電のね。そうです、そうです。蘭電の駅前かな。食べ歩き。次は？あとは竹林の象形。あれちょっと、僕、コメントで意見いただきまして。ああ、そうなんですか。あれは竹林の象形と読むのではなく、竹林の小道と読むみたいです。あれ、やっぱ小道なんですか？やっぱ気づいてたんや。いや、なんか標識みたいなのに小道って書いてあったんで。マジそれ言ってよ。言ってよ。これは小道なのか小道ない。いや、俺知らんと。もうだって、京都で生まれ、京都で育ち、29年生きてきてますけど、僕ずっと象形って言ってましたよ。ほんま。恥ずかしい。動画撮ってる時、でも、深夜やったじゃないですか。深夜の異世界旅やったじゃないですか。はい、だから、よかった。人いいひんくて。僕の恥ずかしい一面を見せる人が、そもそも人がいいひんかったからね、全然。確かに。そう。まあ、それであれば象形と言っても。いや、あかん。もうこれからはね、ザ・京都っていうチャンネル名でやってるぐらいですから、小道って言いますよ。はい。ここも有名です。嵐山モンキーパーク。知ってます？
これ。いや、直樹知らないです。僕も行ったことないねんな。ここにモンキーがいっぱいいるんですか？そうそう、お猿さんがいっぱいいるっぽいんやけど、なんかね、これちょっと本当にこのチャンネルをね、始めたですけどね、はい1年半ぐらい前に。はい。ザ・京都って言ってて、で僕京都に本当に生まれて、京都で育って29年なんですけど、はい。実はあんま京都のこと知らへんねんな。そうなんですか？うん。いやもう、竹林の正家って読むぐらいですから。確かに確かに。間違えてますもんね。そう。ほんま知らへんねん。実は京都人、京都のことあんま知りません。あー、確かに。はい。京都観光好きな人の方が知ってそうる。そう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 。そう。だから、今日はというかね、このザ京都を通じてね、僕も一緒に皆さんと一緒にね、京都を学んでいけたらなとあー、いいですね。思ってます。あ、これ見てください。この緑のもみじ。もみじ。緑の葉っぱですよ、これ。これがね、あともう1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたら真っ赤になります。もうだからこの辺一帯がすごい真っ赤でね、綺麗になるんで、11月下旬から12月上旬にかけて、めちゃくちゃ綺麗になるんで、ぜひ皆さん嵐山に来た時は、ここの道にも足を運んでみてください。いいですね。川沿いのもみじ。そう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 。で、ここで船借りれるんですよ。船。で、ここで船を借りて、まあ、よくあるんが、カップルが、ここら辺をね、こうやって漕いで、戻れなくなって帰れなくなって、なんか別れることになるらしいです。別れることになるらしい。あの船に乗るカップルは別れるらしいです。皆さん気をつけてください。本当にあれ結構ここ難しいんですよ。ああ、なるほど。大体だって直樹もさ、男が焦がされるくない？そうですね。我々男が。はい。で、男焦がされるのはいいんやけど、慣れてないですから。確かに船なんて乗らないですからね。そうそうそう。いつの時代やって本当に。船なんて乗りませんよ。だからなんか、焦げへんくて、どうしようと思ってたら川って流れていくじゃないですか。流れがあるでしょ？はい。だから、めちゃくちゃ流されてって、本当にちょっとぜひとも映してほしいんですけど、木で、なんか棒が立ってると思うんですよ、川に。はいはいはい。あそこまで流されて、救出されるっていう最後。ちょっと救出されるのはダサいですね。いや、でしょ？で、別れることになるらしいです。はい。ちょっと男のダサい一面が見えてしまうかもしれない。そうなんですよ。そうそう。でもこういう、いいですね、こういう船は。あ、確かね、あの船は、ハロー！ハロー。確かあの船は、星野リゾートの船なんですよ。あ、そうなんですね。多分。京都人あんま京都のこと知らないんで、確固たることは言えないんですけど、星野リゾートの船で、なんか星野リゾートは、嵐山の星野リゾートは、さっきの、渡月橋の近くのところから、船を出してくれて、ここの船を渡っていくんですよ。逆走してって、船を。で、ホテルに行くと。あ、そうなんですね。はい。後でね、これね、今、ちょっと本当に秘境の地に行こうとしてるんですけど、ほんまですよ。ここの道、なんやこの道歩かさせられて、みたいな。直樹くん思ってるんちゃう？いや、初めて来ました、嵐山に。でしょ？この道は。こんな道、なんこの、なんかお猿さんとか出てきそうな治安の悪そうな道はって、思うでしょ？思いますね。うん。いや、でも本当にこの道、繋がってるんです、この秘境の地に。ハロー。ハロー。そう。もう多分彼らも、秘境の地に向かおうとしてる。はい。我々よりちょっと早くたどり着きたいでしょうね。はい。いいですね。サイクリングしながら。ねえ。いや、そう。嵐山はレンタルサイクルとかもあって、そうなんですね。そうそう。駅前、阪急の嵐山駅の駅前とかに、レンタルサイクルがあって、この辺をね、サイクリングして、行くのも結構いいです。はい。で、まあ、ほんまに、ちょっとこの道から秘境行くんですけど、この道歩くと、さっきのその星野リゾート言うてましたけど、
星野リゾートの船着き場も通ります、途中。ん。なんでね、星野リゾートがすごい辺境の地にあるんやなっていうのをちょっと見てもらえたらと思うんですけど。いろんなマル秘スポットがあったんですね、実は。戸無瀬の滝です。詳しくはわかりません。読んでみましょうか。戸無瀬の滝は渡月橋の上流にあり、嵐山から大井川に流れ落ちる滝で、天龍寺祇王権現堂の背後に位置していた。平安時代から多くの和歌に、なんとかまれ、鎌倉時代の中期には藤原定家の息子の為家が、雲かかる山の高根の夕立に、戸無瀬の滝の音勝るなりと、この滝の様子を歌に編んでいると。ちょっと長いんでね、最後まではちょっと読まないですけど。呼んでいるじゃないですか、多分。さすが。直樹くん高学歴ですもんね。いや、これで間違えてたら恥ずかしいんで。皆さん、これが戸無瀬の滝です。これなんかね、上の方とかちょっとコンクリートっぽくって、滝っぽくないんですけど、夏場とかね、今もう9月なんでそんな暑くないですけど、夏場めちゃくちゃ綺麗ですというか、涼しいんですよ。もうエアコン、ここの空間だけなんかエアコンついてるんちゃうかなと思うぐらい、涼しくて、めちゃくちゃいいです。涼しいです。もう風がでし来ますもん。ょでしょ、はい、そうそうそう。今でさえ涼しい。そう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 。なんかね、こういう滝がなんか、あともう一つぐらいあったような気がします。そう。ああやってね、なんか船をね、運転してくれる、人がいて、その船に乗ることもできます。あれはちなみにいくらぐらいなんですか？いや、僕も詳しく知らないんですよね。なんか、ここの船って何個か走ってて、要は船っておそらく多分この嵐山初嵐山駅を着なんですよ。でも、急流下りみたいなのがあって、どこやったかな。京都の、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと調べます。調べます。保津川下り。保津川下り。保津川下りというのがあります。で、保津川下りっていうのは、本当にもっと上の方から、1時間ぐらいかけてずーって下ってくるんですよ。この川を。本当に急流です。本当にすごい急流で、もう何十年も前からやってるらしいんですけど。そうなんですね。はい。そういう船も走ってたり、ああいう船も走ってたりなんで、ちょっと何が何かちょっと僕もあんまり分からへんくて。確かにいろんな種類の船があるんですね。ここちょっとね、どう撮影したらいいかな。ここ見てほしいんですけど、これ船でね、さっき船でカップルが移動できるっていう話してたと思うんですけど、船でここに買い物に来れるんですよ。まあ、ちゃんと流されなければね。ちゃんと流されなければ買い物に来れて、ここでおでんとか、お酒とか、売ってるみたいで。じゃあ、ここは、屋台船みたいな。屋台船みたいな感じですね。そう。だからこの屋台でなんか買い物して、飲み食いすることもできるという感じですね。すごくいいデートスポットな感じはしますけど。はい。で、ここでも多分船借りれるんだと思います。あ、そうなんですね。はい。ちなみに僕、京都生まれ、京都育ち、29歳なんですけど、はい。この船、まだ一回も乗ったことないです。ごめんなさい、本当もう今日動画見てくださってる方、本当に申し訳ないんですけど、一回も乗ったことないんですよ。今度ちょっと、直樹くんと。そうですね。僕がもしできなくても直樹くんにパスできるんで、直樹くんと行きましょうか。ボートの体験動画を。そう。行きましょう。
じゃあ地元の人は意外とデートスポットとしては来ない感じなんですか？もう地元の人のデートはもう京都駅か河原町ですよ。ああ、そうなんですね。本当に。うん、河原町のもう、オーパとかでプリクラ撮るんですよ、学生の時みんな。あ、見てください。グレートビュー。絶景、絶神、仏神。これは何なんでしょうか？これから行くところの看板です。ああ、なるほど。はい。じゃあ本当にグレートビューなんですね。そうなんですよ。本当にグレートビューです。結構ね、もう、これ今、この歩いてる道行くと、なんか結構、川で泳いでる人とかもいるかもしれないです。この川で。なんかそんなことあります？そうなんですよ。なんか川のね、上流にこれから行くんやけど、ああ、はい。なんか川の上流にどんどん登っていくと、なんか、なんかね、水浴びスポットみたいな感じになってああ、て、なるほど。なんかよく観光に来た外国人とかが、はい。そこで泳いでたりしますね。うわ、でもいいですね。夏はすごく気持ちよさそうで。そう。めちゃくちゃいいんですよ。水が綺麗だとはちょっと思えないですけど。緑なんで。そうですね。緑なんで。でもすごい涼しそうで、気持ちよさそうでしたよ。ここは結構な傾斜そうそうそうですそう。ね。そうでしょう。直樹くん、普段あんま運動せんもんね。運動しないですね。でしょ。いや、もうそれは辛いっすよ、ここは。あの、こ、ここちょっと本当にこれから結構、まあこれ今傾斜登ってるんですけど、はい。下りに入って、次。おーでまた登らせられるんですよね。なるほど。なんで、結構体力に自信のある方とか、じゃないとちょっと難しいかもしれないです。うんうんうん。でも結構ね、今から行くところ、本当に、60歳の夫婦がハイキングにあ、へえ。来てたりもするんで、なんか別に年齢とかはあんま関係ないと思うんですけど、うんうん、ちょっとなんか、体力に自信ないなとか、思う人はちょっとやめた方がいいかもしれないですね。途中で途中で諦めて帰ってる人も何人か見かけます。大体、そういう時って彼女に言われてやめることになるんですよ。なんか、彼女がインスタグラムとか見て、行きたいって言い出したのに、ああ、なるほど。はい。もう、まだ登んのみたいな。ってなって、彼女がなんか嫌がって、もう帰ろうかってなるっていう。あはい。そう。言い出したお前やろって言いたなるんですけど。そうそうそう。あ。まあ、ゆうごさんなら、それ言われたらおんぶして連れて行きいや、ます。もう僕ならもう、こうですよ、こう。指に乗っけます、こうやって。それ何でしたっけ、はいドラゴンボールみたいなやつ。そうそう。まあ、そうです。そんなね、そんな話をしてたら、ここです、ここです。ここがね、ここがたまに泳いでる人がいるスポットです。あ、でも水きれいじゃないですか、少し。まあ、そうかなそうでもないですか。ちょっと、これ分からへんけど、なんかまあでも川の水にしたらちょっと綺麗かもしれへん、確かに。そうですよね。ねえ。なんか川の水って結構濁りがちやけど、なんかちょっとだって岩とかも見えるもんね、なんか。そうですね。はい。川の中ね。ちょっと綺麗そうな。ねえ。本当に。そうそうそう。あ、皆さん耳を澄ましてください。鳥のさえずりが。ここでもいいですね。でしょ？なんか、サイクリングロードというか。ねえ、ちょっと、僕らの声なんか聞かせるより、絶対この鳥の声聞かせてた方が、動画見てる人は幸せになるかもしれん。そうですね。ねえ。確かに。こんなおっさん二人の声聞かせられてもね。あ、あれは、屋台船よ。屋台船が動いてます。なんなんやろう。在庫補充？どこに行くんですかね。ねえ。なんでなんやろう。
へえ。すごいな。やっぱ綺麗じゃないですか、川のうん。水。なんか、僕もそう思えてきた。結構綺麗な気が。ねえ。ちょっと今日曇ってるんがもったいないよね。いや、そうですね。ほんと。晴れてたらもっと綺麗ですよね。うん。あ、ちなみに今この、はい、グリーンね。この緑たち。これもう11月下旬になったら真っ赤になりますから。もう真っ赤なところにちょっと緑があるみたいな感じになるんで、ここめちゃくちゃ綺麗ですよ。紅葉スポットとしても今日行くところはおすすめでうんす。うん。あ、サギがいる。サギがいる。多分、魚捕まえようとしてんのかな。そう。まあまあ、その詐欺の話は置いといて、本当に紅葉スポットとして結構おすすめなんですよ、ここ。京都の有名な紅葉スポットはすごく混んでますからね。そうそうそう。いや、そう。めちゃくちゃ混んでるやん、京都の紅葉スポットとか。はい。いや、だから、本当にぜひ混んでるそのタイミングに、こういうね、あんまりみんな知らんようなところ、来てみてほしいなと思います。そうですよね。ここもうん観光地としてはそんなに有名ではないそうなんですよ、そうなんですよ。場所ですもんね。そう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 。で、あれが、かの有名な星野リゾートの船の到着地点です。つまりここから歩いて、あそこ、ちょっと木に隠れてるんですけど、この奥にあんのが星野リゾートです。うわ、でも秘密基地みたいでいいです。でしょ？めちゃくちゃ高いらしいですよ、星野リゾート。いや、もうぜひとも撮影させてほしい。ちょっとぜひ星野リゾートの方、インフルエンサーマーケティングに困ってたら、撮影させてください。ぜひぜひ。はい。あ、絶景。9時オープンの17時クローズです。そう。そこだけね、ちょっと皆さん気をつけて。はい。まだまだ登っていきますよ、これ。結構私は息切れが。でしょう、でしょう。本当に。でも毎日ウォーキングする習慣ある人とかはいいかもしれないですね。いや、そう。僕、ウォーキング大好きやから。そうですよね。そう。めちゃくちゃ好き。なんか仕事に行き詰まったりすると、こういうとこに来たりします。天才の思考らしいですよ。天才になりたい。僕、高校の時の成績5段階でオール2やったんですよね。ほんと。もうなんか、先生からは、大学行けへんってめっちゃ言われてました。あ、滝です、これも。これ滝というか、川。これは何て書いてあるんですか？これ橋、通る、来る、遠い来る。来園橋。あ、こっちから読むんですね。そうです。来園橋。なるほど。どういう意味なんやろ？この来園橋っていう、来る遠い橋。ちょっと意味がわからへん。意味がわからへん。確かに。来る遠い橋だけだと。うんさあさあ。続きますよ。あ、そうそう。ここに来たらですね、はい。こういうね、棒が置いてあります。このね、棒。僕若いしいらんわと。皆さん思うかもしれないですけど、これ結構いります。あ、そうなんですね。結構いります、これ。じゃあ直樹くん棒なしにしてな。あ、僕も直樹くん棒なしで。棒なしですか？はい。直樹くん棒なしで。これ結構役立つんですよ、この棒。
当に。なんで、元気な人も、ぜひこの棒を持ってね。まあ、この雰囲気もありますから。確かにこのね、雰囲気ありますね。竹の棒ね。雰囲気ありますから。これで、登っていってください。なんか昔の商人みたいな。そう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 。あ、で、ここがね、時間外は閉まってます。うんこの扉がね、時間外は閉まってます。あ、いいこと書いてありますね。囚われない心を持つ。皆さん、SNS に囚われているんじゃないですか？ぜひ、囚われない心を持ってください。あ、そして今日行くところ。これも読み方合ってるかわかんないですけど、千光寺です。千の光の寺と書いて、千光寺です。ここに今日は行きますよ。こんな感じのね、秋はね、すごい綺麗な景色が広がってます。はい。じゃあ行きましょうか。はい。いいですね。はい。千光寺。千光寺です。もうこの道がロケーション最高。そうですね。うん。なんか僕、自然大好きな僕からすると、本当にこういう道、めちゃくちゃ大好き。よいしょ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 。僕今一つ気づいたことがある。なんでしょ僕のマイクノイズキャンセリングオンになってる。え？これブルーやったらなおくんはあ、緑？あ、緑やったらいいんやったっけ？う。緑だったわけじゃないですか。自分変えてないですよ。ちょっと一応調べよう。緑のライトが点灯。ノイズキャンセリングオン。まずい。ちょっと切りますか。あ、今青ですよ。うん。あ、緑になっちゃった。あ、勝手に。そういうことか。二つ繋がってんにゃ。あ、そういうことですか？うん。一回押してもらっていいですか？僕もブルーになった？ほらやって、ます。ほら。いつ緑になりました？いや、だから僕が一回押して、その後、青色になったの確認して、直樹くんのも押したから、緑になったんや、その時。あ、なるほど。じゃあ今青、どっちも青ですか？どっちも青です。これはもしかして鳥のさえずり聞こえてないパターンでは？まあでも、まあ、皆さん、反応はしてましたよ、一応。皆さん、顔出し動画初めてなんで、許してください。お許しください。はい。ここからはね、ぜひ皆さん、この鳥のさえずりを。このこの水の音もいいですね。これめっちゃいいでしょ。ゆうごさん、なかなかシュールな絵ですね。ねえ。ねえ。よくないですか？これだって見てください、これ。こっちこっち。千光寺行く途中ね、疲れた方、ぜひね、ここで休憩してください。ここは、先進亭というみたいですね。洗う心の亭と書いて先進亭というみたいですけど、ここでね、休憩をしながら登ってください。でもね、一つ注意が必要なのが、夏場は、この辺結構虫飛んでくるんですよ。それだけちょっと気をつけてください。はい。ということで、登っていきましょう。まあね、僕にはね、休憩なんて必要ないんで。まあね、こういうね、ノイズキャンセリングのアクシデントも皆さん楽しんでいただけたらなと
そうですね。思います。どんどんね、我々が成長していく様をお届けできたらなと。はあ、いい感じがしますよ。これもラストスパートです。多分ラストスパートであってほしいですね。よいしょよいしょ。着きました。千光寺。お、ここなんですね。ここです。はい。はい。拝観料が400円です。よいしょ。よいしょ。ここに来たらね、鐘を鳴らすことができます。1人3回までね、フリーって書いてあります。あ、フリーなんですね。無料ですね。自由ってことじゃないですよ。無料ってことです。そう。これでね、鐘鳴らせます。ちょっと帰り鳴らしましょうか。そうですね。ちょっとね、拝観料を先払いましょう。こういうのもすごいですよね。皆さんこれ僕の動画って半分ぐらい海外から見ていただいてるんですけど、海外の方からしたらちょっと考えられないと思いますけど、これ見てください。この柱、ネジが一つも使われてないんですよ。ネジとか釘が一つも使われてなくて、全部木で固定されてるんですね。最初にこの木を入れて、隙間にちょっとこの空いた隙間にこの木をね、ハンマーで叩いて入れていくという風にして、この建物は作られてます。だからですね、釘とかを使わないので、これ釘？いや、釘じゃない。釘を使わないんで、錆びないからこそ、1000年とか500年とか持つ建物が作れると。なるほど。これはね、京都だけに限らずね、この日本のね、伝統的な建物の建て方です。2人分お願いします。はい。あ、日本語で。はい。ありがとうございます。行きましょう。次はここの外側から見えますか？え、景色、そこの外側から見えます。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、今和尚さんが何かされてるんで、ちょっと一旦ね、景色の撮影はちょっとやめて後ほどですね。後ほどにして。ここに来るとね、こうやってパンフレットもらえます。このパンフレットが僕結構好きで、ここにね、メッセージが書いてあるんですよ。見てください。心に物なき時は心広く体安らかなり。なんかね、ちょっとありがたいお言葉がこのようにたくさん書かれています。これ僕結構好きで、いつも持って帰ってます。実はそういう言葉集みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。自分の実家のトイレに飾ってあります。じゃあこれ直樹くんの実家のトイレにこれ飾りましょう。これ持って帰って。いや、ちょっと一旦ね、ちょっと休憩しましょうか。お話終わるまで。皆さん、ということで千光寺にやってまいりました。我々もですね、山を登ってきて、僕はね全然体力大丈夫やったんですけど、直樹くんがもう本当に休憩させてくれとうるさかったので、ちょっとだいぶ休憩をしまして、本当に1時間ぐらい休憩しまして、はい、
こから再開していきたいと思います。はい。今ですね、千光寺の住職さんがですね、なんか集会を開いていらっしゃるので、ちょっと邪魔にならないように小声で、橋の方を歩きながら、絶景のスポットにいざ向かっていきたいと思います。行っていきましょう。お願いします。行こう。青でしたっけ？靴をね脱ぎます。ちょっとね靴箱に入らないので、ちょっと今回はね靴ここに置かせていただきたいと思います。すみません。皆さん見てください。この絶景を。最高じゃないですか。飛ばしますけどあんまりできない。それは目を開けてるから歩けるんですね。私はお茶を入れていったりします。見るけど見ない。この絶景スポットはですね、秋になると本当に紅葉が美しいです。で、ここにね、目の前にあるね木がね、今緑になってますけど、あっちのね山のね緑もね全て紅葉になると赤色になります。はい、これは右と左が一緒だって。道にはトロッコが走ります。私とあなたは一緒。ちょっとね今日はねトロッコのタイミングに撮影が合わなかったんですけど、ぜひねここにね来た皆さんはトロッコが通るところをねシュポシュポ言いながら通るところをね、見ていただければと思います。はい、ということでね今日はこの絶景スポット、千光寺絶景スポットにハイキングにしに来ましたが、最後皆さんお忘れではないでしょうか。やることをやってから今日の動画を終えたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。すごいなんか住職さんありがたいなんかメッセージやったな。いい言葉でしたね。ね、ちょっと結構やっぱ外国の方が多かったですね。ね、ちょっと邪魔して本当に申し訳ない気持ちになっちゃいましたけど。そうですね。はい、ごめんなさい、そんな時に本当に申し訳ないんですけど、このタイミングでねこの鐘を鳴らさせていただいて、そうですね。今日の動画は終わりにしたいと思います。はい、それでは皆さんいますよー。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんさようなら。さようなら。ザ京都のスポンサーになりませんか？詳しくは概要欄からお問い合わせください。